こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、毎度おなじみ満別花丸だよ。というわけで今回は、オーゲームレッドドラゴン、またの名を、クライムマウントなロードなやモッドをやっていくのだ。やったことのないモッドだな。これは一体どんなモッドなのさ。このモッドの舞台は1994年の日本。もし日本にソ連軍が侵攻してきたら、というのを体験できるモッドなのだ。ほう、日本にソ連が攻め込んできたら、ということね。なんかすごいリアリティがあって気味の悪いモッドだな。今回プレイしていく国はもちろん日本国。というかプレイ可能な国家は日本かソ連極東司令部しかないな。そして日本国の現状を説明すると、北方領土の返還交渉は日本の懸命な外交努力虚しく暗礁に乗り上げた状況で、ソ連との外交関係は悪化の一途をたどっているよ。そんな中我が国は米軍と共同で海上演習を実施したのだ。自衛隊に経験を積ませるのは普通のことだね。しかしその演習の後からソ連軍が極東に集結しているとの情報が入ってきたよ。陸海空自衛隊は最悪の事態に備えて準備を進めている。そんな状況下からゲーム開始なのだ。なるほど。帝国海軍の系譜を継ぐ海上自衛隊がソ連軍を海上で撃滅してくれるだろう。何その盛大なフラグは。そしてマップもバニラとは全く違うよ。おお、日本列島とその周辺が細かく再現されてるマップに変わってる。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。孫者一丁ソ連軍ボコしますか。ゲーム開始とともにチュートリアルが来たよ。やったことないし一応見てみるか。こんにちは司令官。このモードを初めてプレイする司令官のためにモードの変更点を説明します。なんだこの美人な人間は。兵力は義手段から政治力使って増やせるよ。巨大化したマップに対応するために手段は連隊に改変されたから、歩兵連隊、戦車連隊、砲兵連隊の連携が重要になるよ。艦隊の速度も超上がって、上がった速度に対応するためにゲームの速度が遅くなってるからね。あとこのモッドは研究の概念がないから注意だよ。もしソ連軍が攻め込んできたらソ連軍に比べて連隊が弱いから気をつけて。装備の生産と防御者としての利点をうまく活かそう。変更点は以上だよ。こう思い。なるほどな。よくわからないけどなんとかなるでしょ。せめて話し終わるまで聞いてあげようよ。司令官、防衛庁では最近、ソ連の活動を警戒している。昔からソ連は千島列島に兵力を増強しており、最近、その活動がピークに達している。ウラジオストクにいたソ連極東海軍と原子力潜水艦が昨日、姿を消したという報告がある。万が一の事態に備えて、ソ連は決して甘くないだろう。こちらは北海道方面情報大隊です。今のところ特に異常はないようです。引き続き警戒を怠らないでください。なんだかきな臭いな。ここで難易度の選択ができるのだ。ここは難易度普通でいくよ。大丈夫か。このモッド韓国人が作ったんだが、難易度普通でも一般人にとって死ぬほど難しい可能性あるぞ。ラストエンパイアじゃあるまいし大丈夫なのだ。そしたら日本の現状を詳しく見ていくよ。現在の首相は村山富市。そして与党は立憲民政党。あれ？細かいことは気にしないようにするのだ。国民精神は全部で4つ。1つ目は状況は安定しています。毎日の政治力獲得量が足す4になったり、安定度と戦争協力度が足す 50% もらえるのだ。めっちゃ強い国民精神。2つ目は憲法18条。幸福度限界が足す 100% になるよ。その代わり改正するまで徴兵法を変えられないな。3つ目は高い武器価格。生産効率とか工場出力に超絶でバフがかかる。これは早くなんとかしないと。4つ目は戦争準備ができていない自衛隊。指揮統制と回復率にデバフがかかるよ。国家方針はこんな感じで非常にコンパクト。左が戦争が起きてからの内政に関する NF、右が国際社会に助けを求める NF なのだ。それじゃあ全ての準備が済んだから時間を進めていくよ。本当に時間の進みが遅いんだな。にしてもいつソ連は行動を起こしてくるんだ。何かしらの予兆があるのか。平和ならこんないきなり来るの？今回は本当に進行してきました。哨戒中の部隊との連絡が途絶え、各戦闘団からソ連空挺部隊と交戦中との報告が入りました。戦闘行動に突入せよ、司令官。ソ連軍が北海道に大規模な侵攻を開始した。幸いなことに、私たちはずっと前からこの対策を練っていた。北海道で地対戦を繰り広げて最大限時間を稼ぐんだ。最大限敵を遅らせろ。相手になってやる。敵は北海道に上陸したらしいが一体どこだ？網走か？根室か？それとも釧路？いや、札幌と苫小牧なのだ。
海上自衛隊は何をやっているんだ。いきなり札幌近郊に上陸されるのはやばいだろ。しかも上陸してきたソ連軍の数が圧倒的に多い。北海道から追い出すのは諦めて札幌を何としてでも守ろう。急いで北部方面隊の全連隊を札幌に向かわせるのだ。そして札幌に続々と連隊が集まる中、日本政府は国家非常事態を宣言。ソ連軍の侵攻開始から1日後にはすでに恐怖に基づくデマが市民の間で飛び交っているようだ。日本を脱出しようとする市民は非常事態宣言で一時的に足止めさせることができるよ。さらに9号計画が実行に移されたのだ。自衛隊はこの計画に従って臨戦態勢に突入して、あらゆる作戦行動が許可されるぞ。その代わり大規模な混乱が日本全土で発生。毎日の政治力や人的資源、安定度、戦争協力度にデバフがかかるのだ。やばいぞ、ソ連軍の攻勢が始まった。全面的に我が軍が劣勢を強いられてる。配置が間に合っていないからあっという間に札幌が陥落したのだ。この間、ソ連軍の侵攻開始から2日の出来事なのだ。我が軍最後の兵力が先ほど札幌から撤退したことを確認しました。札幌を守るにはソ連軍が圧倒的でした。札幌が陥落したぞ。兵力を引き上げて北海道の防衛に力を尽くせ司令官。札幌が陥落したことで、北海道戦線の拠点は旭川に移るようだな。すでに新千歳空港も陥落してるし、一旦札幌近郊の平野部から撤退するのだ。悪い知らせだ。ソ連軍の上陸を阻止していた米艦隊と海上自衛隊が撃破され、敗退したらしい。ソ連軍の早期阻止に失敗した以上、陸上自衛隊の戦闘は避けられなくなった。最悪だな。司令官に残存海上自衛隊の指揮の全権が与えられた。残りの兵力をうまく活用するんだ。まさかの海上でも日本側の劣勢だと？そうらしいけど、実際は海軍艦艇数は1隻も減ってないから関係ないのだ。なんだそれ。肝心の陸上では夕張山地と日高山脈に防衛線を構築。ここでソ連軍を抑えるのだ。なんとしてでもここで抑えなければ。今度は在日米軍からも連絡が来たよ。ワシントンでは今回の侵略に対して強力に対応していくとのこと。数日以内に太平遠征団日本に到着するっぽいな。それまでは何としてでも耐えるのだ。防衛線を日高山脈方面に構築する一方で、東南方面は放棄。津軽海峡にて防衛を行うことにするのだ。開戦から1週間と少しが経った頃に米海兵隊正規軍が到着。ディシジョンより政治力を使って展開ができるようになったのだ。国連も日本を支持しているようだな。この苦しい局面を乗り切れば必ず勝利することができるぞ。ディシジョンより大阪に米海兵隊を展開。直ちに北海道に向かわせるのだ。オホーツク海にてソ連海軍5隻に輸送艦を撃沈。その他北海道周辺海域で続々と戦果が報告されているのだ。初動の上陸への対応は失敗したが、やはり海上自衛隊は強いな。で、肝心の陸はというと、そもそもの連隊の数が少ない上に、産地においても敵ソ連軍に押されてじわじわ後退しているのだ。相変わらず厳しい戦いだな。と、ここで天皇陛下自らが大衆の前で演説を行い、日本国内の大混乱を抑えたのだ。おお、これはありがたいな。依然として少々の混乱は続いているようだけどだいぶマシになった。着々と反撃の準備を進めていくよ。しかし天皇陛下の愛国演説にもかかわらず、一部左翼と自称自警団は国内で暴れている模様。現在の警察力だけではイレギュラーに対応することが難しくなったようだな。ソ連軍と交戦中で忙しい自衛隊だけど、そのうち少しだけを国内の治安維持に出動させるのだ。それと同時期には国内の愛国者が自衛隊に志願をしているようだな。ちょうど人が少なくて困っていたところだったしありがたいのだ。これ以上の防衛は意味がない司令官。4日以内に全ての兵力を北海道から撤退させよ。次に予想される上陸地点は青森だ。ここを突破されるとソ連は本州に大規模な兵力を展開することになる。ちょっと待てよ。今もまだ旭川は陥落していないし、道東の北見を拠点にまだソ連軍に対抗できるぞ。でも日高山脈は一部を突破されているし、道東の平野部に出られたらもはやソ連の機械化された兵力に対抗できないことを考慮してでの撤退命令だろうね。ぐぬぬ、道東が無事な状態で撤退をするなんて仕方ない判断なのだ。しかしいずれは必ず北海道に戻ってくるのだ。だから今は4日以内に北海道から全師団を撤退させるよ。急げ。釧路の港から青森に急行だ。よしよし、全師団無事に青森に撤退できた。あとは津軽海峡でソ連軍の攻勢に耐えれば。で、今度は後方の八戸と網代沢にソ連軍が強襲上陸してる。あばばばば。次回東北防衛戦お楽しみに。